ゲンゲン、一個聞きたいことがあってゲンゲンに、今のゲンゲンと、受験生の時のゲンゲンどっちが賢いと思う？まあさすがに今じゃない？だって大学受験後もいろんな資格試験で、1級とか三大難関資格とか取ってきたから、まあ今更新し続けてるよね。じゃあ大学受験の数学も今の方ができる？もちろん当たり前。いやだって今徹底基礎講座っていう数学を全部網羅できる、もうどんな大学に通用する数学力を身につきますよっていう講座作ってて、そのためにもう何千問と全部問題見てきたから、どんな難問だったとしてもなんでその解法が思いつくのかっていうのを言語化してきたから、今の方ができるんじゃないかな。なるほど、ということで、今回ですねある問題を持ってきまして。ほうなるほど。ゲンゲンが受験した時の東京大学の数学の問題を持ってきたので。はあ、2014年。そうですねなるほどね。うわー、でそれを解いてもらって本当にそれが正しいのかっていうのをいやー、検証したいかなと思います。化けの皮を剥がそうとしてるのか。いやー、それ言われるとちょっと話変わってくるな。はい、ということでこちらがですね、おー、懐かしい。ゲンゲンが受けた時の東大数学理科の問題です。分厚っ。数学の問題こんな分厚いことある？東大模試で何回も見たやつ。懐かしいな。解けるかな。いや、緊張してきたな。ちなみに現役の時は何点ぐらい？1問ね、泥沼にはまって105点とかだったかな。それ普通におかしいんだけど。いやでも数学の問題、試験終わって明日遅刻しないで無事来れたら合格だなって思うよ。まあそれまでずっと A 判定だったから、大ミスしなければ受かるなって思ってて、数学で1問できなくても別に合格はできるでしょって思ってたから。本番は150分、1問25分。いやでも一応ね、徹底基礎講座で1問か2問扱ってんのよ。だからその問題は瞬殺できて、それ以外があんま覚えてないな。ちょっと不安だね。今見て懐かしいってなる。そうだね、ノスタルジーを感じる動画にするわ。じゃあ始める。よし、準備はいいですか？ほい。はい、それでは試験スタート。はい。おー、第一。わー、懐かしい。いきなり。いや、これはね、でも徹底基礎講座で扱ってんのよ。三角関数のいい問題だなっていうので、こうやってベクトルで置いていくんだよね。これ LINE アットで、公式 LINE の方では問題の解いてる様子が配布されるもんね。一辺の長さが1の正方形を底面とする OABCDEFG を考える。3点 PQR を、OPQR が同一平面上にあるように取る。で四角形 OPQR の面積を S と置く。で、アルファ、ベータ。で、S をタンジェントアルファとタンジェントベータを用いて表せ。で、空間上の平行四辺形だから、軽く証明した方がいいけど、1、0、タンジェントアルファと OR ベクトルが、1、タンジェントベータ、0。みたいな感じでベクトル表示してあげることによって、OP と OR によってなす平行四辺形の面積 S みたいな感じでできるよね。うわ、間違えた。いきなり間違えた。ちょっと待って。0、1、タンジェントベータだ。ということで、タンジェントアルファのタンジェントベータの2乗か。ってことは、ここが1になるんだな。よし。とりあえず、カッコ1終わり。カッコ2。ということで、x2 乗引く6分の 5x プラス6分の1イコール0の2か x イコール2分の1、3分の1っていうのを使って、アルファ小なりイコールベータの時、タンジェントアルファの方はちっちゃい方の3分の1。よし。第1問終わり。何分くらい今？5分。1問25分。よし。第1問ですからね。よし、じゃあ次、第2問。アルファを自然数の定数とする。あったな、こんな問題。確率全化式。そう、確率全化式で見直ししてるときに、ここずれてんじゃんっていうのを気づいて直した覚えあるんだよね。見ていきますか。白玉と赤玉が合わせて1個以上入っている袋 U に対して次の操作を考える。袋 U から玉を1個取り出した玉は白の時は A1 となるようにする。だから強制的に袋の中身が変えられるってことね。
で、赤玉の時は戻すことなくそのままにすると。で、最初白玉が A プラス2個、赤玉が1個入ってるとする。で、これを繰り返し行いますよと。1回目の操作で白玉を取り出されたら A1 に強制的に変わって、なんか珍しい問題設定ですよね、これ。2回目の操作で赤玉が出たら、今度は赤玉が消えるから A 個のみとなると。N 回目に取り出された玉が赤玉である確率を Pn とする。で、括弧1が P1、P2 を求めよう。これは最初、白が A プラス2個あって赤が1個ありますよと。A プラスに1。この時に白の場合、赤の場合っていう風に分かれたとしたら、白の場合は強制的に白が A 個、赤が1個になって、赤玉の場合は A プラス2個残りますよ。で、白だけになったら次強制的に白玉を取ることになるから、絶対白 A、赤1になるのか。白。で、こっちは赤の場合があって、確率全化式だね。よし。はい、こんな感じで進んでいきますよということで、括弧1番 P1 はって言われたら、ここで赤取り出す確率は A プラス3分の1だね。A プラス1分の1を1個上げれば A プラス3分の1マイナス A プラス1分の 1N マイナス1乗みたいな感じかな。一応これ N イコール1の時正しいかどうかっていうのを検算すれば間違いがないことを確認できるんだけど A プラス3分の A プラス2で OK。括弧3。おお、なるほどね。こんなのやったな。チェザロ平均だ。だからこれ答え A プラス2分の1っていうのはすぐわかるね。チェザロ平均っていうのは一応大学の範囲で扱うやつなんだけど、やっぱ背景ってあるんですね。OK、第2問終わり。今何分ですか？今13分。おー、いいじゃん早いペース。いやでもまだ1問泥沼にはまったとこにねたどり着いてないから。で、第3問が変な積分の計算。そう、これただの計算問題だけど不安になる問題だったんだよね。とりあえず見ていくか。U を実数とする座標平面上の2つの放物線、これを考える C1 と C2 が共有点を持つような U の値の範囲はある実数 AB により A しかない。括弧1番はもう連立させて判別式が0以上で終わりなんだよね。ということより A がマイナス1引くルート3と B がマイナス1プラスルート3。こんな教科書みたいな問題が出題されるからね。絶対落としちゃいけない。実際に出題されたら計算ミスないかっていうのをめちゃめちゃ念入りに計算ね確認するかな。括弧2番が U がこれを満たすとき C1 と C2 の共有点をそうだよね。共有点が1点の時の場合は一致し共にその共有点を表す。で、これを U の式で表せと。P1、P2 っていうのがあったとして、平行神経の面積の2倍か。ここの面積がここに対応しますよと。で、これが消えて答え。でもなんかこんな感じだった気がすんな。これぐらいの汚さで、括弧3がこれの積分の値を求めてくださいっていう問題か。うわー、そんな感じだったわ。これ 6×2 分の π×8 分の7が答えか。8分の21 π。終わり。なんかこんな感じになった気がすんな。はい、じゃあ第3問終わりです。今何分ですか22分です。おお、1問7分ペース。早っ。本来1問25分でやるやつだからね。うわ、待って。第4問、これだ。いや、これなんですよ。これがね、解けなかったやつ。うわ、懐かしい。懐かしいというか、ちょっとここでリベンジ果たすか。第4問は、括弧1が簡単にできて、括弧に泥沼にはまったわけ。で、何がね、エグかったかって、これ不等式、これ、必要であれば、これが全ての実数 X に対して成り立つことを証明なしに用いてよいっていう誘導があったんだけど、この誘導ちょっとね、意地悪すぎるっていう後で答え見て、いや、これ1-2の X 乗小なりイコールマイナス X っていう風に変換して使っていかなきゃいけないのかいっていう、それを覚えてる。それだけ覚えてる。けど、それ以外覚えてないからちょっと見ていきます。第4問。PQ は実数の定数で、これを満たすとする関数これを考えて以下の問いに答え。で、必要であればこの不等式を使っていいですよと。で、括弧1がこの、fx について、0から x が1の範囲の時、fx が0から1であることを示せと。p と q の範囲があって、だから p と q と x がこの範囲を動きますよ。この時 fx の最小値が0。一番小さくても0、一番大きくても1であることを示せ。ということで、3文字が動くみたいな感じで考えてあげればいいわけですよ。っていう風になって 1×x 足す 1-x×1 で1と
ということで0から fx が1の範囲ですよってことが言えますよと。でこれが因縁の括弧2だ。 x0 はこれを満たす実数とする。なるほど。数列 xn の各項 xn をこれによって順次定める。 xn イコール fx-n-1。この時 p 大なり q の時この極限を求めようと。xn が0に収束するよっていうことを求めてくださいっていう問題で、絶対この不等式使うなって思ってやったんですよ。だから xn イコールこういう風に変形できるわけじゃないですか。これ今解けるかな解けるか分かんないけど、そうここの部分絶対この不等式で挟み込むんでしょと。だってこの極限値が0っていうことを示すためには絶対 xn-1 分の xn っていうのがある定数 α みたいなもの、1より小さい α で挟み込んであげるみたいな、こういう発想を使って0に収束するんだろうなっていうのが分かってたから、 xn っていうのをね、xn-1 分の xn ですよ。これをある定数で挟み込みたい。じゃあここの部分をこの不等式で示そうって考えたんだけど、 e の x 乗、このね不等式をそのまま愚直に使うと 1-9xn-1 小なりイコール e の -9n-1 乗みたいな感じになっちゃって、この前にマイナスがついてる時点で上から押さえ込むんじゃなくて下から押さえ込む不等式しか作れなかったんだよね。で不等式の向き逆なんだけど、不等号の向き逆なんだけどっていう風に無限に頭悩ませた結果、泥沼にはまって諦めるっていう、こういうね、すごっ。なんでさ10年前のさ試験なのに覚えてんだろう。いやもうそれぐらいトラウマだった。てかそう不等号の向き逆じゃんっていうのでずっと思ってて、後日回答速報みたいなの見て、うわこれを確かになんで思いつかなかったんだろうな。だからこういう風に使ってあげることによって9xn-1 によって上から挟み込めるっていうこれでした。xn っていうのが、1-p-q の n 乗 ×x0 より小さい。で、ここの部分が0に収束。で、xn は当然0より大きいから0に収束するよと。いや、本当にね、この不等式のヒントがね、もうどう使うのかだったんだよな。これで満点かどうかを分けた問題でしたね。はい、じゃあ、カッコ3。p 小なり q であるとき、c イコール fc。これを満たす実数 c が存在することを示せ。ということで G1 は負なわけだから、逆に OK だ。G1 が負で G'0 が正なわけだから上がってこうなって、ここで C が出てきるのか。これで答えは出ました。こういうね fx-x だから 1-p-1 みたいなしょうもないミスはねダメですね。でもここで G'0 が正になった時点でなんか間違ってないかなっていうことを確認していくだけで解けますね。もうこれでリベンジ果たしたわ。いやよかったー。第5問以降は多分本番も解けたはずだから恐れてはいないけれども、なんかあったなー。こういう問題今何分ですか33分です。33分を1問8分ちょいの計算だね。順調じゃないでしょうか。第5問 R を0以上の整数とし数列 n を次のように定める。 h イコール r a2 イコール r プラス1でこれか。また素数 p を1つ取り a の p で割った余りを bn とする。ただし0を p で割った余りは0とする。そりゃそうだ。過去1自然数に対してこんな問題出たっけ。なんかしょうもなっていうか、合同式使ったらもうそのまま一瞬すぎるけど、さすがに合同式使うなっていうことかな。だから an を p で割った余りが bn で an についてこの式が成り立つんだったら bn プラス2っていうのはこの右辺、これを p で割った余りと一致することを示せって当たり前すぎるやん。ということで、bn プラス2イコールっていう風にすれば、これ移行して、p が含まれる項っていうのがこの部分とこの部分とこの移行したものっていうのが出てきて、残りが足す bn プラス 1bn プラス1みたいになるので、結局これを p で割った時の余りっていうのはこれと一致するよっていうことが言えればいいのかな。ただの合同式が分かってれば一瞬で分かることをわざわざこういう風に置かせて証明させてるっていうことだね。で、括弧3、ある2つの相異なる自然数 nm に対して、これが成り立ったとする。この時 bn イコール bm が成り立つことを示せ。bn プラス1、bn プラス1、bn プラス2、bn プラス2が等しい場合。ということは bn と bm が大元に行動と。割った余りが bn なわけだから当然 bn イコール bm と終わりですね。で、括弧4、a2、a3、a4、点々点にp で割り切れる数が現れないとする。この時 a1 も p で割
きれないことを示せと。だから絶対カッコ3使うんだよね。P で割り切れる数が現れなければ H も P で割り切れない。つまり2つセットで考えたら1個1つ前が必ず決まりますよということが分かってるわけだから、はい、簡単です。素晴らしい。これは全部で P-1 の2乗プラス1個の組み合わせがあるわけだけど、ハトノス原理より絶対被りがありますよと。じゃあこの2つの組み合わせとしたら、この組み合わせが1つの周期となっていってどんどん遡っていくと B1 と何かと等しいものが絶対存在しますよと。でここが、0じゃないわけだから B1 も当然0じゃなくて A1 も P で割り切れないということが言えますよっていうハトノス原理ですね。はい、終わり。今何分ですか40分。40分。よし、これ1時間切り目指せるな。で第6問が奇跡領域で、これはねいい問題だね。徹底基礎講座で扱ったかどうか覚えてないけど、入れるかどうか迷った問題なんだよね。解けるかな。座標平面の原点を O で表すと、線分 y イコールルート 3x 乗の点 P と線分 y イコールマイナスルート 3x 乗の点 Q が線分 OP と OQ の和が6となるように動く。この時線分 PQ の通過する領域を D とすると。明らか順増法を使わせたい問題だね。この誘導的に S が0から2の範囲の時、点 ST が D に入るように T の範囲を求めようっていう順増法的な問題なんだけど、P が1以上2以下かつ P-3 小なりイコール X 小なりイコール P と、この範囲で決まるわけですな。完璧すぎる。ということで、この領域でここからこことここからここというのを求めることができるわけです。終わり。解けた。何分53分。おー、1時間切り。まあそんなもんだよ。さすがにね、若造だった当時より今の方ができるからいやでも待って、答え合ってるかどうか分かんないな。そうだね。それがちょっと怖い。採点を一応ね、検算もしたのよ。カッコ1、ルート1たすタンジェント2乗アルファたすタンジェント2乗ベータ。カッコ2、タンジェントアルファたすタンジェントベータが6分の5で、タンジェントアルファが3分の1。合ってます。よし。第2問が一番不安。カッコ1、P1 が A プラス3分の1。はい。カッコ2が P2 が A プラス 3A プラス1分の A プラス2。はい。カッコ2がA プラス2分の1でくくって1引く A プラス3分の1カッコマイナス A プラス1分の1の N マイナス1乗。合ってます。カッコ3が A プラス2分の1。はい。第3問、カッコ1がマイナス1引くルート3とマイナス1プラスルート3、A がマイナス1引くルート3、で B がマイナス1足すルート3。はい。で、カッコ2がU2 乗プラス U プラス1とルートマイナス U2 乗マイナス 2U 足す2の積。で、カッコ3が8分の21倍。正解。で、第4問は証明問題だからいいとして、で第5問もほぼ証明問題なんだけど、カッコ2だけ一応239、239、239、2。はい。OK。で、第6問のカッコ1が ST が D に入るのに T の範囲は S が0以上1以下の時は3分のルート3カッコマイナス S プラス4から6分のルート 3S2 乗プラス9カッコ S2 乗プラス9ごめん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 。が S が0以上1以下の時で S が1以上2以下の時はルート 3S 以上3分のルート3カッコ S プラス4以下ルート3分の1ってもいいかな。待って違う待って S が1以上2以下でしょ。待ってちょっと待って答え見せて、ちょっと解説見るわ。いや明らかおかしいのそんなわけない。いや待って俺はこれ間違ってると思ってちょっと待って違う待ってちょっと見てほしいだよね。いやー怖かったいや違う計算してすごい妥当な答えが出てきたわけよ。じゃあ3分のルート3カッコ S プラス4要は3分のルートその下で3分のルート3カッコ X プラス4になってます。そうですね。はい。なってます。はいよかったですそうまあグラフはこんな感じ。あ待って下塗っちゃってる。俺答え言う前にうん気づいてたもんね。気づいてた。じゃあ大丈夫。危なーい。今ここの部分の話だね。ここシュシュシュってはいこことかやったけどここの部分いらんわいやでもよかった気づいたからね自分で。まあ見なかったことにしてや検証結果としては10年前の元元よりも今はもっと賢くなってると
当たり前。今が常に最高到達点。まあ河野塾イズム講師としてプライドをね保ってたんじゃないかなということで、今回僕が受験生だった頃の東大入試にね、挑戦してきたんですけど、無事全問正解することができました。いや、一安心ですね。僕もまだまだ成長中ですので、引き続き頑張っていきたいと思います。そして僕が作ったね、徹底基礎講座、もう本当にゼロから全ての大学に通用する数学力が身につく講座になってますので、ぜひね、僕の思考プロセスっていうのを奪いたい方は、ぜひ概要欄の方から LINE 公式 LINE 登録してチェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。